どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ブラックフライデーですね、Amazon 先行セール始まりましたので、ですね、かなりApple 製品ありますので、しかもほぼほぼ最安値ですね。で、すでにもうなくなってる商品もあるんですが、ピックアップしましたので、紹介したいかなと思います。このブラックフライデーかなりね、気合入ってる感じがしましたね。本番は29日からなんですけども、始まったと思ってもらっていいです。はい。特に29日になるから、また安くなるとか、ってことはないので、商品が追加されるとは思うんですけども、ポイントアップキャンペーンだけですね、エントリーしておいていただければですね、1万円以上買うとポイントつきますので、今回おもちゃとかホビーがポイントアップ対象になってます。はい。ちょっと見ていきましょうか。かなりありますよ。一旦今回は Apple 製品ですね、ピックアップしようかなと。で、今回紹介する製品ですね、一部すでになくなってるものもあるんですが、まだまだあるので、ただ早めにね、買った方がいい気がしてますね。はい、まとめてますので、一覧で見たいよって方はもう動画見るのめんどくせっていう人はね、もう見てください、これ。全部一覧で見えますので、購入前にですね、ちょっとやっておくべきことみたいなところをですね、あとキャンペーンとかも結構えぐいので、ギフトカードですね、これ対象者のみにはなるので、一旦ここのページ行ってもらってですね、リンク貼っときますけど、見てもらいたいんですが、購入金額に応じてポイントが最大700ポイントですね、なりますので、5000円から9999円だと、1万円未満だと300ポイント、1万円から2万円未満だと500ポイント、で、2万円以上になると700ポイントつきますので、無条件にね、抽選とかじゃないから、買うもの決まってるんだったら、これ買ってから買った方がいいかなと思います。普通にね、カード決済とかもできるんで、現金もできますし、で、あとは、Kindle Unlimited がですね、500万冊以上が読み放題で99円です。3ヶ月。ほぼほぼタダみたいなものですね。これも出るか、対象者によるっぽいんですけど、読み放題になるので、年末を、挟みますので、かなりね、雑誌とかがさらに充実します。プライムリーディングで、プライム会員だったら、割とね、読めるっちゃ読めるやつもあるんですが、制限とかも一部あるので、そう、終了しちゃう時あるんでね。とかあるので、これ年末に向けていいかなと思いました。99円だしね。もちろん期間中に解約すれば99円以上かかることはありません。はい。あと、オーディブルに関してもですね、読書の習慣をつけたいっていう方ですね。耳で聞く読書ね。僕読む読書みたいなね、言ってたっぽいんですけど、ながら聞きですよね。散歩とか、家事をしながらとか、家でね、ちょっと掃除しながら聞くとか、これ結構ね、やっぱいいですね。僕おすすめはイーロン・マスクですけど、本をラジオ感覚で聞けるみたいな感じです。Apple Watch とかでも操作できるんで、そういった人もいいと思いますね。散歩とか。これも3ヶ月99円かな。これ1ヶ月ね、1500円ぐらいするんで、相当お得かなと思います。5000円近くね、無料で試せるのでいいかなと思います。これもなんで、3ヶ月以内解約しますと1円もかかりませんので、で、あと漫画がね、キャンペーンあったんですけど、フリーレンがね、50% 還元とかなってたんで、一応、紹介しておきます。フリーレン、内容自体もめちゃめちゃね、エモいんですけど、エモくて面白い。もう多分絵からは想像できない感じのストーリーだと思うんで、ぜひチェックしてみてください。キャンペーンとかもありますので、貼っておきます。ということで、Apple 製品がですね、このね、セールページみたいなのがあるんですよ。これね、ちょっとこの Apple のストアのページから入んないと見れないんで、これね、一覧でまとまっててすごいわかりやすいので、概要欄に貼っておきます。商品によって Apple Care つけてもですね、例えば AirPods Pro とか37,580円。これぐらいなら割とありかなと思いますけどね。延長、2年に延長されるので、という感じでかなりね、あります。ピックアップしてみたんで、見ていきましょうか。いや、ビーツとかもね、あるんですけども、iPad 関連とかね、おすすめとか。はい。まずはやっぱ、AirPods Pro ですかね。結局ね。33,200円で、ほぼ最安値かなっていう感じですよね。最近ね、ほとんどセールしてなかったんですよ。でも1,800円が3月にあったのか。やっぱりね、徐々に値上げっていうか、底が上がってきてるんですけども、ここ半年ぐらいで見ると、ほぼほぼ最安値になってます。これは言うまでもなく最高なんですけど、AirPods 4ね、最近僕これ毎日使ってるんですけど、めちゃくちゃいいです。セールじゃないんですけど、29,800円なんですよ、定価が。安くなって、ポイント還元も受け入れると思うんで、これノイズキャンセリング搭載で、ここの部分がね、AirPods Pro と違うのが、耳にね、入れるタイプじゃないんですよ。オープンイヤーっていう形にはなるので、オープンっていうのかな、耳の中に入れないんでね、めっちゃ快適なんですよ、長時間使っても。はい、っていう、レビューもあるので、僕は、おすすめ、こっちが。気になる方はね、耳がかゆいとか。で、Apple Watch SE が久々に3万円で出てました。31,800円か。もうこれでいいかなっていう気がしますけどね、正直ね。とにかく、初心者で Apple Watch 使いたい。でも安く、もうこれです、完全に。SE がね、なかなか新しいの出してくれないんで、どうだろうな、来年出たとしてもそんな変わんないと思うんで、正直ね。値上げはすると思うんで、全然いいと思います。
3万円でね、カラーとかも。あとバンドもね、結構いろいろあったので、ちょっとさっきのね、一覧ページで見てもらえばいいと思います。結構バリエーションありました。とはいえ、今、僕使ってるのはこのシリーズ10なんですけども、これ一応最新モデルになるんですが、こちらもですね、59,800円なんですよ、定価が。はい。もうなんかわかんないけど、安い。しれっと安くなってた。ジェットブラックとゴールドかな。シルバーもちょっと安いんですけど、なんで、さっきとの違いは、センサーとかが結構充実したりとかですね、重酸素濃度とか、充電速度が速かったりとか、画面は大きくなってるかな。あと薄くなってるんで、ここですかね、個人的に感じたのは、充電速度が速いっていうのと、薄くなってるんで装着感がめちゃめちゃいいっていうところ。あとバッテリー持ちとかも、スペック的には上がってないんですけど、良くなってます。容量が増えてるみたいなんで、ウルトラぐらいのね、まではいかないけど、近いぐらいの感じになってんで、この値段出してもいいよって方なら、僕はおすすめですね。こっちの方がね。iPhone13 出てました。ただ128は消えました、一瞬で。128GB は、75,000円ぐらいであったんですけども、なんで、256だったら9万円で今ありますね。もうちょっといつまであるかよくわかんないけど、グリーンとかブルーあたりはね、スターライトあたりはね、もうブラックはもうないんで、バッテリー持ちとカメラがね、iPhone13 から非常に良くなったので、コストパフォーマンスは、一番高いかなと思いますね、iPhone13 が。で、15 Pro が、まだありますね。ナチュラルチタニウムだけ154,800円で、256です。16 Pro が、16万ぐらいであるんですけど、いや、難しいね。ただ、容量が倍になるっていうのと、ほぼほぼ正直変わってないんで、16 Pro ね。あとはもうカラーで選んでもらえばいいかなと思います。15 Pro で、僕はいいかなと思うんですけど、バッテリー持ちをすごい重視したいっていう方は16 Pro の方がいいかな。ただその分重いです。重いので、どっちを取るかみたいなところはある。ただ、お買い得ではありますね。ポイントつくんで。はい。で、あとPro Max に関してもありました。ただ256がこっちもなくなっちゃったと思うので、512と1テラもあったかな。画面大きいのと、バッテリー持ちですね。プロマックスにすればそこまで問題はないと思うので、1日は絶対持つので、2日ぐらい持つんで、大きいのがいいよっていう人はこっちでいいかなと。あとカメラについても15 Pro Max の方がいいですかね。5倍ズームが入ってる。好みですけどね、正直ね。はい。っていうところはある。はい、あとマグセーフ充電器はね、僕これセールしてるの見たことないですけどね、出てました。5200円。16だったら一番新しいやつが早いんですけども、ただそんなにね、なんかすごい変わるっていう感じでもなかったんで、正直、これでいいかなっていう気がしますね。iPhone12 以降であれば対応してます。はい、マグセーフ充電。楽です。安いのあるんですけども、Apple の安心感っていうのはある、正直。で、あと AirTag が4個入りだけなぜかちょっと安くなってました。はい。1個あたり大体3500円ぐらい。なんで、家族で使うとか、友達と一緒に買うとかいいんじゃないかなと思いますね。1個、普通にセールでも4000円ぐらいかな。はい。定価今4000、5000円ぐらいするんで1個。3000円ぐらいで買ったイメージなんですけどね。出た時は2020年ぐらい出たんで。あと iPad の10世代が出ておりました。5万円だったら、確かに9世代が扱ってなかった、あるんだ一応。ほぼほぼ値段変わんないんで、これだったら10世代買った方がいいかなと思います。タッチ ID とか、画面がね、大きくなったので、あとUSB-C になってますかね。インカメラとかも良くなってます。ペンシルは使えるでもね、第一世代ですけど、いいかな。ただなんか iPad Air のね、これは整備済み品になるんですけども、5万ぐらいであったんで、こっちでもいいかなっていう。容量も一緒だし、ペンシルとかをしっかりノート取りたいとかだったら、いい。僕はこっち買うかなっていう気がします。普通に使う分ならそんなに。あとフルラミネーションっていう、ディスプレイのなんかね、吸い付き具合がやっぱいいんですよ、エアの方がね。10世代は若干ちょっと微妙なやつが入ってると、あとマジックキーボードがね、なんかちょっと安くなってました。そもそも高いんだけど、これはね、前のやつかな。最新の iPad は対応してないんですけども、その他のやつは Air とか Pro も使えるのでいいかなと思います。はい。これは安定のやつですけどね。で、iPad mini が、新しいの出たんですけども、67,000円だからほぼほぼこれそうだね。為替上がる前ぐらいの価格になってるんで、結構ありだなと思います。67,000円は安いぞ。相当最近なかったぞ。7万円、6万円台なんてもうほぼほぼないんじゃない？5万ぐらいだったんだ、値上げ前ね。6万ぐらいだったんだけど、72,800円に値上げされてるからね。ペイな、やっぱ、為替のあれが。なんで結構いいと思います。最新のやつもあるけど、個人的にはほぼほぼ変わってないからいいかな。容量ぐらいですかね。64って僕はいいかなって感じするけど。はい。iPad Air のですね、なんと M2 のこれ最新モデルがですね、88,800円。1万円引き。これは安いね。そんな変わってないっちゃ変わってないんだけど、一応 Apple Pencil Pro がですね、使えるっていうのが利点かな。
と M2 チップ入ってます。マジックキーボードはまあ一緒のを使えるから、まあ、それぐらいかな。ただ Apple Pencil 第2世代は使えないので肝かなって、まあ、持ってる人にとってはちょっと微妙かなっていうところはある。で Apple Pencil Pro もなんで安くなってました。19,800円。第2世代が21,800円なんで、はい、こっちの方が安いんだっていうね、難しいのこの辺はね。使い勝手は良くなってます、もちろんね。あとまあ USB-C のモデルもあるんですけども、これも安くなってましたね。まあほぼほぼどうだろうな。まあ、対応 USB-C 端子のやつは使えるので、個人的にはまあ普通にノート取るぐらいだったらこれでいいかなっていう気がします。まあ、サードパーティー性もありますし、あとまあビーツなんですけども、フレックスがこれでも安いな。1980円。あんまもう最近ほぼほぼ見たことないですね。7000円ぐらいがせいぜいあれなんで、もう見るとすげえ上がってんな。1.5 倍、1.8 倍ぐらい上がってんだな。はい、いいと思います。首掛けのやつです。あと、まあ、ソロバッツが、最近出たやつなんですけども、8000台まで来てます。まあ、ノイキャンとかそういうのはついてないんで、まあ、小型で音楽聴けたらいいぐらいの感じ。まあ、Apple Saint の、連携はもちろんいいので、Apple なんでね、まあ、ビーツ買収されたから、まあ、Android とも使えるっていうところがあるんで、まあ、小型で使えるっていうところはいいかな。はい。キャンとか特に必要ないならいいと思います。パワービーツプロに関しても、これ耳掛けのやつかな。まあ、防水とか、あとですね、防滴か、防寒かな。ケースちょっとデカめなんですけども、まあ、コントロールとか、まあ、もちろん Apple Saint の、H1 チップ入ってるんで、相性はいいですし、スポーツの時にめちゃくちゃいい。まず取れることはないんで、この形状だと。ランニングとかにすごいいいのかなと思います。あと、ソロ4もね、かなり安くなってるんで、24,800円。3万ぐらいだったんだよね、確かね。2,800円から、まあ、音は普通にいいですからね、連携もできるし、まあ、僕は側圧ちょっと強めなんで、結構ギュッっていうタイプなんですね。どっちかっていうと、がっちり頭を支えるタイプなんで、まあ、僕はあんま好きじゃないんですけども、まあ、結構ギュッとするタイプが好きっていう人もいるので、個人的にはビーツスタジオプロの方が装着感はね、いいかなと思います。AirPods Maxの、まあ、ほぼほぼ廉価版っていう感じでいいと思いますね。受け心地は断然まあこっちがいいかな、僕は。長時間使うっていう意味だと、まあ、ノイキャンとか外部音取り込みモードも、まあ、優秀ですね、結構ね。音も普通にいいので、これ結構ね おすすめです。あと Mac がね、Mac mini がセールというよりはなんか安くなってましたね、まだね。94,800円かな、定価がね。まあ、M4 チップ最新のもの乗って9万円台。これは安い。しかもメモリ16からになってるんで、これはいいね。もうずっと迷ってるもんな。安い。安いよ。でもまあ M2 のモデルもね、まあ、メモリこっち8にはなるんですけども、7万円台であります。まあコスパからしたらめちゃくちゃいいね。まあ、ウェブね、動画編集別にできるしね、M2 チップで全然。軽くやるぐらいの全然もうあとは容量の問題みたいな感じだし、外付けさせばいいですからね。外付けの容量をね、プラスすればいいから。一応まあ、こう M3 のやつかな。の iMac もピンクだったら16万ぐらいあるね。シルバーがまあ17万円ぐらいで、まあ、そんなに在庫はないんですけども、まあほぼほぼ M4 チップもね、変わってないんで、まあ一応 USB-C になったの多分ライトニングぐらいかな。まあ、メモリが8ですけど、普通に使う分には全然いいかなと思います。13インチの MacBook Air、これ M2 チップが、まあ、12万円台は安いっすよね、正直ね。メモリ、まあ8ですけど、まあ普通に使う分には全然もう、性能的には十分すぎますので、別に M3 じゃなくてもいいよねっていう、もう見た目一緒なんで、メモリ16にしてもまあ14万円とかなんでいいかなと思います。普通に買うより安い。M3 もまあ安いですね、ちょっとね。16万4800円なんで、メモリがで16からなりましたので、まあ、できるだけコンパクトなボディに性能が欲しいんだったら M3。まあ、僕は今 M3 使ってますけども、まあ正直 M2 でいいと思います。はい。ほぼほぼ変わんない。15インチもですね、なんか安いんだよね、やっぱね。メモリ16になってて、定価が19万8800円なんですけども、こちらも、まあ、15インチはやっぱそんなに売れてないみたいですけど、まあ大画面で薄くて持ちやすいので、いい画面で持ち運びたいっていう方は向いてるかなと思います。で、これ最新の M4 かな、だいぶね、こちらもメモリ16からになって、端子もついてだいぶ良くなったので、いやー、これも23万か、24万8800円か。なんでもう1万円ぐらい安い。なんでなんだよっていう感じなんだけど、まあ、在庫戻ってましたので、まあ、僕はやっぱちょっと重さ重視なんで、まあ、戻さないけど、前使ってたんでね、このプロの個体は。はい。まあ、でもいいな。はい。ジェットブラック、スペースブラックか。はい。で、あとですね、ベルキンの、これは安いなと思った。2-in-1 のマグセーフ充電器なんですけども、まあ、15W で iPhone、まあ、早いんですけど、5400円は、もう見たことないぞ、俺。めちゃくちゃ安いぞ。めちゃくちゃ安いぞ、これ。どうしたんだ。なんだ。もう投げ売りか、完全に最安値だ。7000円ぐらいがせいぜ
で、まあ、8000ぐらいがいいとこだったんですけども、これは安いです。はい。これちょっとありだな。で、3-in-1 に関しても、これもマグセーフ 15W 同じなんですけど、さっきのApple Watch がついたバージョンですね。高速充電に対応しているので、シリーズ7以降であれば、高速充電に対応しているので、対応のモデルが結構スピード違うんでおすすめですっていうのと、これもでも安いな。12000円。で、最新の一応 Qi2 っていうものに対応したモデル、まあ、若干こっちがまあ早いかなっていうところと、まあ、熱を持ちづらいっていう特徴はあります。はい、ただまあマグセーフの方でいいかなっていう、まあ、僕は思いますけど、あとまあ角度調節がこっちは微妙にできるようになっているので、まあ、そこら辺どっちを重視するかなっていうところで、まあいいかなと。まあコスパ的にはマグセーフの方がいいとは思いますけど、いつ対応でだいぶ安くなってきました。2万円ぐらいだったんで、はい。このベルキンのね、ボルト4ケーブルが、ちょっと2800円か。買おうかなっていうまあ2メートルだと高いんだけど、1メートルで2800円だと、確かね、アンカーのやつより安いんだよな。まあ、データ転送も相当早いですし、8K 解像度ね。まあもちろんディスプレイに出すみたいなことも全然できるんで、アンカーが確かね、そう、3000円ぐらいかな。アンカーじゃねえわ、これ。インテルか。3000円ぐらいで、アンカーもでも1メートルとかだったと思うんだよな。あんまちゃんと見れてないけど。はい。まあ 100W っていうのがちょっとあれなんだけど、240で、でもまあこれでもいいか。ベルキン品質いいよな。まあアップルのね、ストアで扱われてるやつですかね。と、ドッキングステーションもね、まあ、ちょっと高いんだけど、やっぱりでもこの安定性というところで言うと、やっぱり Apple ね、Mac とかの相性は抜群なので、ディスプレイね、デュアルディスプレイとかやるんだったらめっちゃいいと思います。パススルーも、これ何ワット出るのかな ?96W 出るんで、十分ですね。はい。これはいい。はい。あと、まあ、ガジェット類なんですけど、Fire TV スティックね。はい。まあ、こういう時に買うのが一番いいです。てか安い。一応 4KMAX 使ってるけど、多分まあ 4K か、ただテレビが 4K 対応してるんだったら、まあ一応 4K でもいいけど、まあ、対応コンテンツがね、あんま多くないんで、まあそこら辺ですよね。で、変えてもらえばと、モデルはね。で、エコースポットね、これなんかこの前バカ売れしてたやつだけど、ようやく来ましたね。時計とかがついてるんで、このベッドサイドとかにね、めっちゃいいかなっていう。で、音もそれなりに結構ありですね。久々になんかセール来た気がする。で、エコーショー5は、いいです、これは。普通にスピーカーいい。ちっちゃくて。もうちょっとタッチのね、感度とか、スペックが上がってくれたらいいんだけどな。まあ、若干カクカクしてる感じはあるんだけど、まあ十分かな、でもね、値段からしたら。はい。スピーカーね、結構いいですね。大体BGM 流したりして。新しい Kindle も出てましたね。画面がね、明るくなって、まあ綺麗。まあコントラスト比上がったのかな。6インチでちょうどいい光の反射とかを抑えれるんで、はい。まあアンリミテッドと合わせるのもいいですよね。あとなんか抹茶っていう謎の新しいカラーは出てますけど、Kindle Unlimited 付きとかあんだ。値段一緒なのすごい。まあそういうのもありますね。はい。あと Kindle Scribe もね、まあこういう時安くなってるんで、まあ手書きでね、本にこうメモ書いたいみたいな人はいいと思います。なんかね、ちょいちょい売れてんだよな、これ。そんなに僕紹介してないのに、なんか売れてるんですよ。でもいいな。いいな。結構良さげですね。まあペンがそのままついてるのはいいとこですよね。で、あとロジクールのトラックボールが、これでも安いわ。5000円は。あんまり見たことないかも、最近。6000円ぐらいでセールは結構してるんだけど、でもやっぱこの落ち方がすごいもんね、値段の。あんま見たことないかも。5000円。最安値だな、最近で言う。まあ、ほぼほぼ昔ぐらいの値段に、で、2022とかか、値段。だいぶ上がったな。これ多分5000円ぐらいで俺買ったと思うんだよ。まあ結構安いのでいいと思います。あとエルゴトロンもだいぶね、2万円ぐらいなんですけど、普段。これもまあ安定のやつです。サームはマジでつけた方がいいです。ガチで。まあ別にエルゴトロンじゃなくてもいいけど、これでもやっぱ縦横、ほぼほぼ全角度いけるんで、可動域結構広いんだよね。で、34インチまでいけるんで、11キロぐらいまでの大きいやつもいけます。で、デルのこの27インチ 4K モニターね、まあ、一番これなんかコスパいい気がするんですよね。作業用にめっちゃ良さそう。で、USB-C で、給電とディスプレイにもこう映せるんで、1本でいけるんですよ。まあこれがすごいいいとこかなと思います。で、65W まで出るので、まあ MacBook Pro もいけるかなというところですね。これはコスパいい。はい。と言いつつ、まあ、シャオミのやつもね、やっと在庫が戻ってたんで、まあ、これ使ってるんですけども、まあ、USB-C で給電とかできないけど、まあ、必要十分って感じですね。本当に。うん。ベゼルも薄くて、本体もね、めっちゃ薄いんですよ、これ。この前動画で紹介したけど。はい。まあ、一応在庫あるうちによかったら、そもそも値段安いんだけど、モフとね、これはまあ、もうほぼほぼ毎日使ってるから、めちゃくちゃいい。猫背防止。結局やっぱタイピングのね、この位置がね、すげえ上がるんですよね。打ちやすいっていうのと、もう、見る目線が高くなるんで首がね疲労度が違うほぼほぼもう存在感なく持ち運べるんで、まあ、Mac のねアクセサリーみたいなの紹介してるんでちょっとその動画をぜひ見てほしい。はい。あとソノスエースがねこれは安いね。59000円は安いぞ。ちょうど今使ってるんですがね AirPods ほぼほぼもう AirPods Max みたいな感じ
です。で、音質はまあ全然いい。空間オーディオとかも対応してるし、つけ心地が抜群にいいです。だから買いました。AirPods Max は、AirPods Max も結構ね、側圧強い系なんですよ。まあデザインはね、まあ確かに AirPods Max の方がいいかなっていう気はするんだけど、まあほぼほぼこれもね、この金属で調整できて、ノイキャンとかもね、結構強いですよ。もうほぼほぼ多分ソニーとか AirPods Max とほぼほぼ遜色ないレベルで、外部の取り込みモードもかなりレベル高いです。なんでほぼほぼなんか AirPods Max かなっていう感じですかね。使い勝手もいいので、結構おすすめ。5万円台は安いと思うね。難しいけどね、これ選び方は。でもまあ、BOSE のやつもね、これ4万円台サンドストーンだけど、安いな。4万5千円。なんで軽さとかで言うと、やっぱ BOSE とかの方がね、収納ちっちゃくできたりするのは、やっぱり BOSE の方が取り回し的には強いかな。持ち運びなんでどっちかっていうとそのセンスは、まあ、自宅で使う感じが多いですかね。まあ、ホームシアターみたいな感じで使う場合が多いので、まあそこら辺ですよね。まあ、BOSE もめっちゃいいです。軽くて使いやすい。でデザイン的にはまあ僕はソノスが好きなんですけど、まあ、BOSE も、まあ、ここら辺はもう好みの問題で、あとまあショックスの骨伝導をね、まあ今、新しいのいくつか送ってもらってるんですが、これでもやっぱいいんだよね。耳にやっぱ入れるのがもうちょっと無理っていう人とか、通話とか、まあほぼほぼね、装着感なしで、マイクもね、結構優秀だったりとか、はい、IP67 なんでしっかりね、もう全然水の中につけても大丈夫なやつですね。スポーツとかとめちゃくちゃいいですね。結構スポーツ選手とかコラボとかも結構してますよ。オリンピック選手とかと。はい、あとまあ骨伝導なんだけど、音質ね、めちゃくちゃいい。普通にそんな変わんない。なんか変な感じもしないし、これはまあまたちょっとレビューします。昔使ってたんですけどね。で、ダイソンがね、V12 ディテクトか。これ安いぞ。確か6万ぐらいだった。最上位とかなんだ。多分ね、スリムがいいんですよね。重いんだよね。スリムじゃないと。2キロぐらいが多分限界。2.7 キロとかね、するんで、スリムじゃないと。このレーザーついてるタイプが、まあやっぱいいかな。迷い中。迷い中ですけど、ダイソンのドライヤーね、これは安いぞ。2万7000とか俺見たことないわ。この値段は。せいぜいね、3万円、3万ぐらいじゃない？見たことないわ、こんな値段。これは投げ売りだと結構。あと、ブラウンも29,800円。安い。安いっていうか、そもそも高いんだよ。せいぜい3万円台とかはあるけど、まあ、深剃りはね、やっぱブラウンかな気がします。USB-C にしてほしい。そしたら買うわ。はい。はい。あと、今回レビューさせていただくですね、このスイッチボットのやつも、これね、でも良かったんだよな。K10 プラスプロコンボか。このロボット掃除機とスティック型ですね。さすがにダイソンほど強力ではないけど、ほぼほぼ同じような使い勝手で、レーザーもついてます。はい。ここはね。で、あと3つついててですね、もちろんアプリとの連携もできるし、コードレスでこっちも使えて、で自動吸引してくれるんですよ、全部。ロボット掃除機と、このスティック型のやつも自動吸引ね。ダイソンはやっぱ捨てないといけないんで、そこら辺の違いはありますよね。これでもめっちゃいい。求人、ただ吸う時の音は、割とでかいんですけど、ここぐらいかな。お休みモードとか使えば、夜、吸わなくするとか、その時間、夜の10時から8時までは吸わないようにするとかっていうことはできるので、ロボット掃除機もちっちゃくてね、結構静かなんですよ、ほぼほぼ。これでもね、結構おすすめ。はい。9万ぐらいするんで、普段ね、というのと、あとタイガーの魔法瓶のコーヒーメーカーもね、2万円か、いいな。このね、ドリップするタイプね、うまいんだよ。僕、ツインバーのやつ使ってるんですけども、上からこう出してくれるタイプ。これいいんだよな。欲しい。エントリー型とかもね、自動サイフォン式。うわ、安くなってる。やば。これでもやばいよ。このデザインめちゃくちゃいいな。はい。ちょっと検討します。はい。あと、ニューバランスも、なんかでもそんなに出てなかった。15% オフクーポンがね、出てたので、あと、カラーとかね、グレーとかいろいろあるんで、1万でもなんか安いなと思ったけど、MR。若干廉価版なのかでも、良さそうじゃないニューバランス履いてんだけど。はい、15%。でもあと1個しかない。やべえ。商品だな。ロングスリーブの、紹介したグンゼのやつね。白 T でもね、全然下にこのベージュだと着れるんで、いいですよ。で、普通にあったかい。割とね、ヒートテックよりあったかいかもしれない。使い方によるのかもしれないけどって思いました。スマートに。これで耐久性がね、ある。普通に。あと、メグリズムが、安定だよな、ここら辺はな。CIO のやつを使いつつ、たまにこういうね、柚子の香りとか。移動の時とかね、結構いいんだよね。新幹線でこのまま爆睡みたいな。飛行機とかね、年末いいと思います、これ。はい、年末用に。で、あと、スクラビングバブルは、もうこれは楽ですよ。トイレにもう、このなんていう、奥の方にかけて、流す。終わり。簡単。
掃除しなくていい。でキッチンハイターね、もう最強です。これは業務用の、しかもでかいやつ、1リットル 1000ml のやつね。ね、とりあえずまな板となんていうの、もう僕もコーヒー飲むんでコップがどうしてもね黒ずみあるんですけども、これで秒でね5分ぐらいで落ちるから、これ年末の掃除用にめっちゃいいと思いますよ。マジで楽。これはえぐい。はい、あとジェルボールは買っときましょう。もうドラム式でも何でもいいですけど、突っ込むだけです。投げます。もう液体洗剤はもうこぼれるし、もう容器もなんかベトベトになるし、ドゥルドゥルになるじゃん絶対。これはもう楽です。ポイって入れるだけなんで以上です。はい。で、あと食料品アイリスオーヤマの天然水が、これ9本入りで買います、これ。とりあえず。安いでしょ、99円で。送料込みをバグってるでしょ。普通の水です。はい。飲んだ感じ。あとボトルがいいってことはこのイロハスですね。1本あたりが、ほぼ70円ぐらいかなになるんで、提供特便がおすすめです。本当に。普通にキャンセルできるんで買われてます。えぐいけど、はい、あとプロテインはまた買いますね。ほぼ多分飲んだぞ。で、なんか安納芋味とかいう、でもないわ在庫が。あと多分飲んでないの僕多分塩キャラメル、ヨーグルト、グレープぐらいかな。他はほぼ飲んだ。今ミルクティー飲んでるんですけども、これやっぱ美味しい。プロテインじゃないです、正直。カフェラテ、マジで。だから本当にお湯で飲んだらカフェラテ。本当に。これマジでうまい。ダマにならないし、これならね全然飲めます。おすすめです。で、カップヌードルプロ、とりあえず高タンパク低糖質なら許されるだろうという感じです。188円は安いぞ1個。もう高くね今マジで250円ぐらいして、なんかコンビニとか行くと230円ぐらいはする気がするんだよ。普通に買っても209円か。いやーいいですよ、これなら許されます。はい。で、あと夕げ、朝毛もねうまいんですけど、もちろんね朝毛、夕げの方が個人的には白味噌なんですけど、こっちはこれね、でもやっぱフリーズドライねめちゃくちゃうまいですよ。味噌のタイプもいいんだけど、いやもうちょっと出すのだるいっていうのと、赤だしもねうまいんだけど、これは安いと思う。838円。はい、あとリラーレ最近飲んでるんですけども、安くなってました。効果は正直よくわかんないですけど、飲まないお祈りみたいな感じのと、なんだっけな、あれがね結構高くなってたんだよな。なんだっけ、キューピーコアがあるんですけど、あと MNM も飲んでるかな。キューピーコアがめっちゃなんかね高くなってて、コアそうヒーリングのやつがもう2000円ぐらいだったんですけど、これめっちゃ値上がりしてるんですよ。なんでこれだったら、あっちで続けようかなっていう。ヒーリング効果あるような気がします。なんか飲むのやめたらなんかちょっとだるいなみたいな起きた時って感じたんで、飲んでる分にはねそんなわかんないんですけど、効いてるような気がする飲まないよりはマシかなみたいな。これにちょっと個人差あるんで何とも言えないんですけどっていう個人的な感想ね。で疲れる時とかいいかなって思います。この値段だったらドラッグストアで買った方がいいと思う。もうちょっとなんか2000円ぐらいである気がする。あと三沢の野菜、これねまた買おうかなと思ったんですけど、ブロッコリーですね。冷凍のブロッコリーもね結構やっぱり非常にこれね美味しかった。なんかスーパーで買うブロッコリーとそんな変わんねえだろうと思ったんですけど、全然違ったうまい。なんか柔らかいのとなんか甘みがあるのかな。スーパーのやつはさ全然なんか美味しいって思ったことあんまなかったんですけど、これね普通になんか甘みがあるんだよ。なんで何が違うのかよくわかんないんですけども、いいの選んでるんで、リクアドルさん。はい。冷凍でチンして食うだけなんでめっちゃ楽で健康、おすすめ。はい。ということでブラックフライデーね、また更新していきますが、こちらね見たいよって方はまとめてありますので、今回紹介してないやつとかも入ってます。で、あと随時ね入れていきますので、更新していくのでぜひ、はい、この動画少しでも良かったよって方は高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。いや安いっすよ。安いっていうのと、あとめちゃくちゃあるし、全部安い。なんかこれは買っとこう日用品はマジで買っといた方がいいと思います。日用品もなんか安いんだよな。普段さ結構僕もうほぼほぼ毎日のように見てるんでわかるんですけど、なんか安いわめっちゃ安い。めっちゃ安いぞ。これは買った方がいいです。まとめ買いしとこう。